ライフデザインかばやに勤めている方たちがこだわりを持って建てたさまざまなご自宅、そのお住まいをご自身にご紹介していただくこのルームツアー企画、最後まで見ればおうち作りのヒントがきっと見つかるはず。今回はライフデザインかばや営業部の矢守さんにご自宅をご紹介いただきます。ということで本日は矢守さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は来させてもらっているお家、外観がとても素敵なんですけれども、あいにくの今日はちょっと雨ということでリビングからお送りさせていただいております。では家族構成とライフスタイルについて教えてください。はい、家族構成は私と妻が、29歳の夫婦で、子供が2人おりまして、どっちも男の子で、上の子が小学校1年生で下が、2歳という構成になってます。で、ライフスタイルとしては私も妻も営業職なので、仕事でこうバタバタするような日々が多い。でも、子供は男の子2人でわんぱくなので、家事がしやすかったりとか、落ち着いてみんなそれぞれが快適に暮らせる、住まいっていうのを、計画しました。このお家についてなんですが、どういった考えで設計されたお住まいか教えてください。はい、私たちが33坪という、特別大きな家を建ててるわけではないんですが、一般的によくあるサイズの中で、どうやったらこう空間がきれいに見えるかだとか、あとは広く感じるかどうかっていうのをすごくこだわって、お家作りをしました。あとは、外観内観それぞれの見え方もいろんな照明計画を使いながら、空間ここもこだわって考えたポイントになりますので、楽しみにご案内できるかなと思います。1つ目はこの窓からの視線ですね。視線の抜けというところがポイントになってます。ここが壁なのか窓なのかによっても視線って全く変わってくると思うんですね。で、開かない窓を設けることで奥までの壁が、建物なんですよっていうような捉え方ができる、配置にしましたので、ここは自分も、毎日帰ってきていい目線だなと思いながら過ごしてます。でもう一つは、この LDK とのつながりというところで、玄関って普通に何も言わずに作ると、閉じた空間というか、玄関は玄関だけの空間として作るんですけども、こういう LDK と一体で仕切りを設けてないことで玄関がプラス3畳の空間として、捉えられます。でリビングと、直接的につなげることでその空間の広さが感じれるのと、あとは、断熱性のところにも実は関わりがありまして、玄関ドアを開けたら、一歩目からもう冬場なんかで行くとあったかいと、ここは自分が実際に気づいてなかったいいところではありますので、ぜひ一般的な取り方とは少しそれた空間の作りですけれども、これ非常に良かったなと思うポイントです。では次は暮らしの中心 LDK ですね。どのようなポイントがあるか教えてください。はい、ありがとうございます。LDK のまずどうやったら大きく感じる設計ができるかというところと、それぞれのアイテムの、素材選びっていうところをこの2点を重きを置いて考えました。具体的にお話しすると、この LDK の畳数的には23畳が LDK の空間とプラス、先ほどご紹介した玄関の空間が3畳で、あとは中庭の部分がプラス8畳で、これで、30畳弱の空間として捉えられる設計になってますので、それぞれがじゃあ、切り分けた空間ではなくて一つながりの空間として考えられるところが非常にこだわったポイントになります。家具選びにもすごくこだわって考えたんですけども、このまずソファーですね。ボーコンセプトっていう、ウーっていう商品名なんですけども、ソファーは正直買う予定がなくて、でダイニングテーブルを見つけに行った時にショールームで実際に新商品だよというところで、見つけたんですけど、実際に私がこう丸型のデザインがすごく好きで、一目見た時からなんかこう落ち着いた空間になりそうだなというところで妻と一緒に座ったんですけど、もう即ここは迷わずに決めてしまいました。で、実際に使ってみても子どもの遊び場にもなりますし、私が仕事帰ってきてまずここでくつろいだりとか、そういう使い方になってます。で、このダイニングテーブルですね、ここも見ていただいたら丸いんですよね。
これは妻と、自然と好みが一致した部分ではあるんですけど、こう落ち着いた暮らしイコール、角じゃなくて丸みたいな印象が2人ともあって、自然とここは選んでしまってたみたいな感じです。でダイニングテーブルも、これ伸長式になってて、家族以外にも集まる時なんかはこのテーブル伸ばして椅子を増やして、お鍋をしたりとか、そういう家族の幸せみたいなところが、表現できたダイニングテーブルかなと思います。あとは、このブランドのところなんですけども、ソファーとダイニングはボーコンセプトっていう、デンマークの家具ブランドで、こちら照明ですね。キッチンの上には、ニューライトポタリーというブランドの、照明を取り込んでみまして、実は日本の奈良のブランドになります。でこの一番下に雫が溜まったように見えるようなデザインになってまして、これはガラスの、厚みを、上と下のところで、幅を変えて加工してあげることでこういう表現になっているかと思います。私も妻もですね、こういう、ブランドの照明家具っていうのはそんなに絶対入れたいなっていう意図としては最初はなかったんですけども、やっぱり知っていくうちに深みが理解できて、こういう意図で作られてるんだなっていうのを知った時にはいつの間にかやっぱり虜になっていたというか、一つ一つこういうアイテム選びができたのはすごく良かったなと満足してます。でもう一つがイタリアのフォスカリーニっていうブランドの照明家具なんですけども、吹き抜けの上の部分に使ってまして、これは球体なんですけど左右非対称になってて、見る角度に、よっても、卵に見えたりとか小石に見えたりとか、いろんな角度によって顔を変えていくみたいな照明アイテムになっているので、ここは気に入ったポイントになってます。この建物は CLT ハイブリッド構造ということで、当社にしかできない自社構造で、建築しました。でその中で耐震性はもちろん必要な部分にはなるんですけども、こういう設計の自由度っていう部分にも実は関わってくるんですね。で一般的な構造だと、横幅、このテレビの壁面の幅とか、一つのスパンが 3.64 メーターっていうのが最大で取れる幅と言われてます。ただうちの構造はもう、プラスアルファですね、 4.55 メーターという何も遮るものがなく横幅を広く取れる構造になってますので、それを最大限生かした設計を今回取り入れました。で、このプラスアルファした部分に階段をつけてあげて、上までの視線がまた抜けていくというところで、左右遮るものもなくて上にも、抜けがあるので、すごく広く感じる一番のポイントかなと思いますね。でもう一つは、木に包まれるような、暮らしがしたかったというところで、床だけではなくてこの天井の部分にも、アサヒウッドテックさんのザ・ウォールという建材を今回入れました。で、一尺が非常に長いスパンの木材を張ってあげて、で吹き抜けのこの部分にも、上に張り上げてあげて箱として捉えるようなデザインにさせていただきました。これが毎朝、私が用意して、降りてきて1階のリビングに階段を降りていく時に、木がすごく目線に入ってきて、張り上げてよかったなと思いながら、すがすがしい気持ちで毎日の暮らしのスタートを始められるので、気に入っているポイントです。ではキッチンにもこだわりがあるとお伺いしましたが、ポイントを教えてください。はい、ここはパナソニックのキッチン L クラスというキッチンになってまして、私も妻も、調理場に立ちます。で、これは家事が楽に行いたいと、あと 1回でいろんな品数を作るっていう2人に合ったキッチンになってるかなと思いまして、まずこの横並びの、三つ口の IHで、これで汁物作ったり鍋物作ったり炒め物したりとかが同時並行でできるので、時短につながります。めちゃくちゃ選んでよかったですね。であとは、この天板が、石目調のものというか、本当にほぼほぼ石として捉えられるような天板になっているので、汚れを、目立ちにくい、素材感にもなってますし、高級感、重厚感ですよね。どっしりした佇まいにできるようなキッチンになるんじゃないかなというところで選びました。あと食洗機がポイントになってまして、ちょっと開けますね。
一応こういう引き出し型の3段になってまして、家族がこう朝昼晩の食べた食器類なんかも、全てこう夜に1回で、まとめて洗浄できるというのはすごく家事楽にもつながりましたし、あとはこう配置もあんまり考えずにどかどかこう入れ込めるので、こういったところは非常に良かったなと思います。矢守さん、このキッチンには冷蔵庫が見当たらないんですが、どこにあるんでしょうか？ありがとうございます。めちゃくちゃこう知っていただきたいところに目をつけていただいたんですけど、実はこちらにあります。パントリーとして、この LDK と別空間に、食品庫を設けてまして、その中の一部に冷蔵庫を隠してあげる設計にしました。オープンなところにこういう家電が出てきてしまうと非常にこう主張が強くなって、せっかくこう張り上げたこう木だったりとか残してきた壁っていうのがきれいに残らなくなっちゃうともったいないので、主張が強いものは隠すところには隠すっていう、細かい配慮を今回採用しました。で実は家電でいうともう一つ、隠しているものがありまして、このエアコンですね。エアコンもこれだけ大きなこう LDK の空間だと、よいしょ、結構物自体が大きなものを採用しなければいけなくなってしまうので、効率も悪くなくでも隠したいっていう妻と私の要望に応えるためには、こういう造作で木調のルーバーを作ってあげて全面を隠すっていう方法が一番ベストなんじゃないかなということで、こういった形にしてみました。あとは玄関収納の部分で、見た目上こう壁に見えるようなスッキリ感と、あと機能的な部分でちょっとご紹介しようかなと思うんですけど、一応子供が2人の、収納はもうここで全部完結してます。靴類とか、あとはランドセルとか、保育園のこうリュックだったりとか、そういったところと、あと子供が自分で明日の時間割をここで見ながら、準備して宿題も終わらして、明日のこう用意は完璧というような流れが生活の中でも出来上がってて、これは靴の収納だけの意味で作ったわけじゃなくて、そういった多機能を持つ考え方で、入れてもらいましたので、こんなところはご参考いただけるんじゃないかなと思います。次に中庭も見どころとお伺いしましたが、こちらです。この中庭は、いろんな思いを込めて作りました。まず一つ目は、植栽を配置することで、中からどの角度からでもこう緑が見渡せるというところと、あとは逆に外の区画の方から目線を全く気にせずに、ここでバーベキューをしたりとか家族でプールをしたりとかですね、いろんなこうクラスシーンが想像できたので、絶対作りたいなと思って計画したところです。あとは見え方のところでいくと、昼は今こんな感じですけども、夜のライトアップのところも、植栽の見え方がまた変わってきますので、プライバシーを確保しつつ目線をきれいにしたこの2点は、中庭のこだわりポイントになってます。ではウォークインクローゼットと書斎についてご紹介お願いします。はい、ここは今2階なんですけども、2階には全体的には子供部屋と奥に主寝室と子供部屋がもう一つで、真ん中の部分がウォークインクローゼットが2箇所になりまして、こちらが妻のウォークインクローゼットで、こっちが私のウォークイン兼書斎の空間になってます。でよかったら見ていただけたらと思うんですけど、一応このウォークインクローゼットを作った意図は、私がそもそもやっぱりカーペットの、部分で、落ち着いて在宅ワークをしたいっていうのと、あとは、営業職なので、スーツを目いっぱいかけたいと。で、なんなら自分が持ってる服は畳まずに全部かけることができたら、洗濯を畳むっていう概念が捨てれるんじゃないかなと思って、こういうパイプを長く、計画して、作ったウォークインになってます。で実際に、家で仕事をすることも多いですし、こういったカーペットの空間で、また木とは雰囲気が違うところで、仕事をするとなんかこうリフレッシュにもつながってきますし、あとは窓もしっかり開けれて換気できるでエアコンもついてるっていうところで、もう家だけで仕事が完結できたらすごい快適かなと思って作った空間になります。夜に関してはまた昼とは違う表情を持っている照明計画のところですね、ライトアップのところが内外で非常に特徴な
形になってますので、ぜひ、お楽しみいただけたらと思います。さて、日も沈んで辺りも暗くなりましたが、夜間の雰囲気をご紹介いただけますか？はい、では夜間の中庭がこちらになります。昼とは違って、ライトアップの角度も変わってきますので、植栽の月明かりの自然な影が落ちてきているかなと思います。あとは誰にも見られない、目線を気にせずに、暮らせる空間になってますので、お風呂から出た時とか涼みに行ったりとか、心を落ち着かせに、行きたい空間ともなってますので、すごく家族みんなの、お気に入りの場所になってます。あとは、照明をもっと暗くして、子供を寝かした後なんかは、もう少しお酒を飲みながら雰囲気が出るような、照度に切り替えてあげて、そんな生活シーンもイメージしながら作ったので、これが実現できてすごく良かったかなと思います。中だけじゃなくて、外の外観のところも、照明の当て方で昼との表情見えるところが、違うポイントが、今回意図的に作った形になります。玄関までの道のりで、タイルを張っているところがあるんですけども、タイルの下に間接的な照明を仕込んであげることで、お家が自分が帰ってくる時に毎日ステージに上がるような気分というか、ちょっといいお家に帰ってきたなという気分になれるような照明計画にしてますので、その玄関までのアプローチっていうのも見ていただきたいなと思います。本日は矢守さんのご自宅をご紹介いただきました。空間の広がりだけでなく、暮らし方であったり価値観まで丁寧に考えられたお住まいなんだなというのがよく伝わってきました。こちらご自身でお家を紹介してみていかがでしたか？そうですね、すごく自慢というか、いろいろ良かったなと思う点を集めていったら、改めて自分が話をしていると、何ていうんですかね、いい家になったなというか、再確認できたところが、こういう機会をいただけてよかったなと思うのと、あと私だけじゃなくて、子供今日帰ってきてますけども、子供とあと妻、みんなのこうしたいああしたいで快適な暮らしっていうのが結果的に実現できたところっていうのは、本当に住宅営業として家づくり自宅を建てて良かったなと思ったポイントなので、すごく皆さんに感謝して、これからも家の販売をしていきたいなと思っています。本日はありがとうございました。ありがとうございました。